第1回、大学生のための英語学習。ねえ、アンナ、最近、大学のカレッジに何か変化があったことに気づきましたか？第1話、アンナ、大学最近、生のための英語学習。彼らは何か教室に変化があっいくつかのたことに気づ新しいきましたか？テクノロジーを導入しました。本当に、それは面白い。彼らはどんなテクノロジーを使っているの？さて、講義中のエンゲージメントを高めるために、インタラクティブなスマートボードを実装しました。それは素晴らしい。学習がもっと楽しく効果的なものになると思います。間違いない。また、遠隔学習を好む学生向けにオンラインコースの提供も開始しました。それは賢いやり方だ。これにより、学生はより柔軟にスケジュールできるようになります。絶対に。さらに、図書館をデジタルリソースと電子書籍でアップグレードしました。それは素晴らしい。重い教科書を持ち歩くよりもずっと便利です。完全に同意します。大学はデジタル時代にうまく適応している。テクノロジーが学習体験をどのように変えているかを見るのは素晴らしいことです。絶対に。最新の進歩を常に把握しておくことは私たちにとって重要です。あなたの言う通りだ。テクノロジーを取り入れることは私たちが研究で成功する助けになる。間違いなく、これらの機会を最大限に活用して、教育に秀でていきましょう。絶対に変化を受け入れ、大学での時間を有意義なものにしましょう。これ以上は同意できませんでした。積極的に行動し、リソースを最大限に活用しましょう。賢い言葉、学業の旅を成功させましょレッスン2、インフルエンサーマーケティングを探る。アンナさん、インフルエンサーマーケティングの効果について考えたことはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。近年、インフルエンサーマーケティングは大きな注目を集めています。本当に、その影響については様々な意見を聞いてきました。あなたはどう思いますか？そうですね。インフルエンサーマーケティングは戦略的に行えば非常に効果的だと思います。それは面白い。企業はどのようにしてインフルエンサーマーケティングを成功に導くことができるのでしょうか？企業にとって自社のブランドに合った価値観を持つインフルエンサーを選ぶことは非常に重要です。そうですね。インフルエンサーマーケティングでは信頼性が重要な役割を果たします。絶対に。消費者は本物の推薦を見た方が反応が良くなります。理にかなっています。マイクロインフルエンサーやセレブの方が効果的だと思いますか？ターゲットオーディエンスとキャンペーンの目的によって異なります。多くの場合、マイクロインフルエンサーのフォロワー数はより熱心です。それは良い点です。マーケティングキャンペーンを成功させるには、エンゲージメントが不可欠です。間違いなく、インフルエンサーと提携する前に、インフルエンサーのエンゲージメント指標を分析することが重要です。同感です。では、インフルエンサーマーケティングは、あらゆる種類の製品で有効だと思いますか？さまざまな製品に効果がありますが、ニッチごとに適切なインフルエンサーを見つけることが不可欠です。そうです。
ターゲットオーディエンスと真につながりを持つインフルエンサーを見つけることが重要です。絶対に、消費者との信頼と信頼を築くことです。なるほど。インフルエンサーマーケティングは、正しく実行すれば強力なツールのように思えます。ブランド認知度を高め、売上を伸ばす可能性は間違いありません。それは知っておくと素晴らしいことです。今後のマーケティング戦略では、そのことを心に留めておきます。探索する価値があります。インフルエンサーマーケティングは、企業にとってゲームチェンジャーになり得ます。洞察を共有していただきありがとうございます。感謝しています。どういたしまして。他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私がします。これからも学び続け、マーケティングの世界で活躍するための新しい方法を発見していきましょレッスン3、子供にとっての読書の重要性。ねえ、アンナ、どの図書館でも子どもたちに読書を奨励していることに気づきましたか？こんにちは、ジョン。絶対に。図書館は子供たちの読書習慣を促進する上で重要な役割を果たします。それは嬉しいですね。子どもにとって読書はなぜ大切だと思いますか？さて、読書は子供たちが語学力を伸ばし、想像力を高めるのに役立ちます。それは本当です。また、異なる文化や視点に触れる機会にもなります。絶対に、読書は彼らの視野を広げ、共感を育みます。同感です。親は子どもの読書の旅に積極的に参加すべきだと思いますか？間違いなく、親は子供と一緒に本を読み、絆を深めることができます。それは素晴らしいですね。親が子どもたちにもっと読書を楽しませるにはどうすればいいの？お子様の興味に合った本を選んで、楽しいアクティビティにすることができます。ああ、だから子どもの好みに応える本を見つけることが重要です。絶対に、子供が幼い頃から読書への愛情を育むのに役立ちます。それは重要です。電子書籍は紙の本と同じくらい効果的だと思いますか？デジタルブックは便利ですが、物理的な本は目に見える体験を提供します。なるほど。ですから、両方を組み合わせると有益かもしれません。そう、大切なのは、それぞれの子供とその家族にとってうまくいくバランスを見つけることです。それは理にかなっています。すべての子どもが本や図書館にアクセスできるようにするにはどうすればよいでしょうか？識字率向上プログラムを推進し、恵まれないコミュニティにリソースを提供することは極めて重要です。同感です。本を手に入れることは、その経歴にかかわらず、すべての子どもの権利であるべきです。絶対に、それは彼らに力を与え、無限の可能性への扉を開きます。すべての子どもたちが読書にアクセスできるようにするための努力がなされていることを嬉しく思います。それは集団的責任です。識字能力と学習の推進を続けましょう。これ以上は同意できませんでした。力を合わせれば、子どもたちの生活に良い影響を与えることができます。それが精神です。若い人たちにインスピレーションを与え、
読書への愛を育みましょう。間違いなく、すべての子供が本を通して世界を探求する機会を持つ未来へ。レッスン4、小説における登場人物の発達を探る。アンナさん、こんにちは。この小説の登場人物が様々な性格を持っていることに気づきましたか？こんにちは、ジョン。絶対に。著者は多様で複雑なキャラクターの開発において素晴らしい仕事をしてきました。それは面白い。キャラクター開発はストーリーにどのような影響を与えると思いますか？まあ、強いキャラクター開発は物語に深みとリアリズムを加えます。なるほど。読者がキャラクターとより深いレベルでつながるのに役立ちます。まさに、キャラクターが本物だと感じると、読者は旅にもっと投資するようになります。それは理にかなっています。この小説で好きなキャラクターはいますか？私はそう思う。主人公の決意と回復力がインスピレーションを与えてくれます。それは素晴らしいです。魅力的なキャラクターを開発するために、作者はどのようなテクニックを使っているのでしょうか？作者はしばしば、対話、行動、思考を使って、登場人物の特徴や動機を明らかにしています。ああ、それは様々なストーリーテリング要素の組み合わせですね。間違いなく、多次元で親しみやすいキャラクターを作ることです。同感です。ストーリー全体を通して登場人物を変えるべきだと思いますか？絶対に、キャラクターアークは深みを増し、個人の成長と変容を可能にします。それは本当です。これにより、ストーリーはダイナミックで魅力的なものになります。はい。そしてそれは現実の生活の複雑さを反映しています。なるほど。他の小説のよく発達した登場人物の例を挙げていただけますか？もちろん、トゥーキル A モッキンバードでは、アティカス・フィンチは道徳的に正しく、思いやりのあるキャラクターの代表的な例です。それは良い例です。アッティカスのような複雑なキャラクターは、読者に永続的な影響を与えます。間違いなく、彼らは物語を思い出深く、考えさせられるものにします。よく発達したキャラクターが登場する小説をもっと読みたいと思っています。それが文学の美しさです。こうした登場人物を通して、人間の本性の深みを探ることができます。あなたの言う通りだ。作家が言葉を通して登場人物を生き生きとさせる方法は興味深い。絶対に、様々な小説とその中の注目すべきキャラクターを探求し続けましょう。もっとストーリーに飛び込んで、新しくて興味をそそるキャラクターを発見できることにワクワクしています。それが精神です。読んで楽しんで、これらの魅力的なキャラクターとの旅を楽しんでください。ありがとうございます。これからも一緒に文学の視野を広げていきましょう。レッスン5、良い願いを表現する。アンナさん、こんにちは。彼と彼の人々への心からの願いを伝えたかったのです。こんにちは、ジョン。本当に親切です。幸せと繁栄を願うのは素晴らしい気持ちです。他者への真の願いは、
ポジティブな影響を与えることができると私は信じています。絶対に共感を示し、善意を育みます。彼と彼の人々に喜びと成功に満ちた明るい未来を願っています。それは美しい願いだ。彼らの人生が幸せと繁栄で豊かになりますように。ありがとうございます。彼らの旅が豊かな祝福に満ちていることを願っています。きっとあなたの心からの願いは大いに感謝されるでしょう。私は本当にそう願っています。ポジティブさと善意を広めることは重要です。絶対に、世界にはもっと優しさと願望が必要です。同感です。小さなジェスチャーだけど、誰かの日に大きな影響を与えることもある。間違いなく、単純な親切な行為は、ポジティブさの波及効果を生み出すことがあります。彼と彼の部下が直面するかもしれないどんな課題にも立ち向かうための強さと回復力を願っています。それは強い願いです。彼らがどんな障害をも乗り越える勇気を見つけられますように。ありがとうございます。これからも周りの方々に良い願いとポジティブさを伝えていきましょう。私はあなたと一緒です。力を合わせれば、人々の生活に変化をもたらすことができます。絶対に、すべての人の幸せ、繁栄、そして願いに満ちた世界へ。乾杯します。これからも優しい言葉で他の人を鼓舞し、高揚させていきましょう。全くその通りだ。これからも愛と願いを広めていきましょう。それが精神です。あなたにも幸せと繁栄を願っています。ありがとうございます。私たちの友情が私たちの生活に喜びと前向きさをもたらし続けますように。レッスン6、冒険の終わり。アンナさん、こんにちは。やっと疲れて汚れた荷物をまとめます。私たちは冒険の思い出を持って家に帰ります。こんにちは、ジョン。それはかなりの冒険だったよね。疲れていても、爽快に感じます。絶対に、新しい場所を探検し、限界に挑戦することは本当にやりがいがありました。同感です。コンフォートゾーンから抜け出すことで、信じられない体験ができるなんて驚きです。未知のスリルと達成感は、それをすべてやりがいのあるものにしています。間違いなく、人生の冒険の美しさを思い起こさせるのは、このような瞬間です。そして、その過程で直面した課題は、私たちをより強くしただけでした。それは本当です。障害を克服することは回復力を高め、個人の成長を促進します。自然には私たちを鼓舞し、若返らせる力があることは驚くべきことです。絶対に、息を飲むような風景に囲まれていると、気分がリフレッシュします。日常から切り離され、自然に浸ることができる機会に感謝しています。私も、都会の喧騒から離れて、リフレッシュできる場所です。私たちが作り上げた思い出は永遠に私たちと共にあります。それらは私たちが心に秘めている宝物のようなものです。確かに、それらの思い出はいつも私たちの顔に笑顔をもたらし、魂に温かさをもたらします。
さて、家に帰るにあたり、学んだ教訓と達成した成長を振り返ることができます。間違いなく、これらの経験は私たちを形作り、視野を広げます。人生は浮き沈みに満ちた継続的な冒険であることを思い出させてくれます。絶対に、私たちは旅を受け入れなければなりません。なぜなら、それが人生を本当にエキサイティングで有意義なものにしてくれるからです。これ以上は同意できませんでした。この思い出を大切にして、これからの冒険を楽しみにしていきましょもっとスリリングな体験と探検の楽しさをご紹介します。乾杯します。私たちの人生が大小さまざまな冒険に満ち溢れますように。アーメン。毎日を発見と成長の新しいチャンスとして捉えましょよく言った。この素晴らしい冒険を私と共有してくれてありがとう。こちらこそよろしくお願いします。あなたがそばにいてくれなかったら、同じことはなかったでしょこれがこの冒険の終わりであり、これからさらに多くの冒険の始まりです。う。レッスン7、ベッドタイムバトル。こんにちはアンナ。それはとても不公平だと思います。私は少なくとも午後9時まで起きていられる年齢だと思う。こんにちはジョン。あなたがどこから来たのか理解しています。就寝時のルールが厳しいと感じると、イライラすることがあります。まさに、もっと自由になりたいときは、小さな子供のように扱われているような気がする。自分の気持ちや懸念を両親に伝えることは重要です。両親はあなたがどう感じているか気づいていないかもしれません。あなたの言う通りだ。オープンなコミュニケーションは、彼らが私の考えを理解するのに役立ちます。彼らと落ち着いて会話をして、なぜ遅く寝る準備ができていると思うのかを説明できるかもしれません。それはいい考えだ。自分のケースを提示して、自分が責任を取れることを彼らに示せる。また、ぐっすり眠ることの重要性を理解していることを伝えることも重要です。十分な休息を取ることが私の成長と幸福にとって重要であることを説明できます。それは指摘すべき素晴らしい点です。親は通常、子供の健康と発達を優先します。また、毎週就寝時間を15分ずつ徐々に延長するなど、妥協案を提案することもできます。それは合理的な提案です。それはあなたが彼らと中途半端であっても構わないと思っていることを示しています。うまくいけば、私が成長しつつあることを彼らに見てもらい、遅い就寝時間に責任を持って対処できるようになります。彼らがあなたの要求を検討するまでに時間がかかるかもしれないので、辛抱強く理解してください。それを心に留めておくよ。成熟と敬意を持って会話に取り組むことが重要です。絶対に、落ち着いて敬意を持って話し合いを進めることができることを両親に示すことは、あなたに有利に働きます。アドバイスありがとうございます。これについて話してくれる人がいると助かります。どういたしまして。私はあなたをサポートするためにここにいます。ご両親の調子がどうなっているか教えて。私がします。ご支援とご指導に感謝します。期待していた結果と全く同じではない場合でも、相手の決定を尊重することが重要であることを忘れないでください。わかりました。結局のところ、彼らは私の最善の利益を第一に考えています。
それが正しい態度です。就寝前の交渉がうまくいくといいね。ありがとうございます。頑張ります。レッスン8、制服と宝物。こんにちはアンナ。チップチャットの主要都市について聞いたことがありますか？ピサロの部下は金とエメラルドを押収しました。こんにちは、ジョン。はい、その歴史的出来事について読んだことがあります。それはアメリカ大陸の征服において重要な瞬間でした。富の魅力が探検家に未知の領域への冒険心を駆り立てたのは興味深いことです。絶対に、富と財宝の探求は、歴史を通じて原動力となってきました。ピサロと彼の船長は、遠征中に多くの課題に直面したに違いありません。確かに、新しい土地や文明を征服するのは簡単なことではありませんでした。それには大きな勇気と戦略的計画が必要でした。彼らはどのようにしてチップチャットとコミュニケーションをとり、宝物を求めて交渉したのだろうか。彼らは言語の壁を埋めるために翻訳者や仲介者に頼っていたようです。それは理にかなっています。交渉を成功させるには、効果的なコミュニケーションが不可欠だったでしょ間違いなく、文化の違いを理解し、尊重することも同様に重要だったでしょう。ピサロの部下がチップチャットの富を発見した時に感じたであろう畏敬の念と不思議が想像できます。それは驚くべき光景だったに違いありません。豊富な金とエメラルドは息を飲むほどだったでしょう。彼らはどうやってそんな貴重な宝物を自分たちの土地に持ち帰ったのだろ旅の途中で宝物を守るために、安全な交通手段を考案しなければならなかったのでしょう。これらの遠征の歴史的意義と影響を考えると驚くべきことです。絶対に、アメリカ大陸の征服は歴史の流れを変え、今日私たちが住む世界を形作りました。これらの出来事について学ぶことは、私たちが共有する人類の歴史の複雑さを理解するのに役立ちます。時代を超えて存在してきた多様な文化や文明を思い出させてくれます。確かに、歴史を学ぶことで人類の勝利、闘争、進歩についての洞察が得られます。それは私たちの好奇心と私たちの周りの世界を探検したいという願望の証です。これらの歴史的出来事について学び、視野を広げる機会を与えてくれたことに感謝しています。私も、それは発見と理解に満ちた生涯にわたる旅です。これからも過去の物語を掘り下げて、隠された知識の宝を発見しましょ絶対に、学べば学ぶほど、私たちが共有する遺産の豊かさに感謝するようになります。う。この啓発的な会話をありがとう。あなたと一緒に歴史を探検できて光栄でした。同様に、私はいつも私たちの議論を楽しんでいます。一緒に知識の探求を続けましょう。同意した。歴史の素晴らしさと学びの無限の可能性をご紹介します。レッスン9、テーブルマナー。こんにちは、アンナ。カトラリーが何を指すか知っていますか？つまり、ナイフ、フォーク、スプーン。こんにちは、ジョン。はい、
カトラリーは私たちが食事に使う道具のことです。これはテーブルセッティングに欠かせないものです。ああ、なるほど。つまり、食事に必要な道具は全部入っているんですね。まさに、カトラリーは食事をより便利で楽しい体験にするためにデザインされています。テーブルセッティングには、カトラリー以外に通常どのようなアイテムが含まれていますか？さて、食事中に手をきれいにしたり口を拭いたりするのに使われるナプキンもあります。ああ、そうだね。ナプキンは、清潔さとエチケットを維持するための重要なアクセサリーです。絶対に、食事中はナプキンを膝の上に置くのが礼儀正しいとされている。カトラリーを使用する際に従うべき特定のルールやエチケットはありますか？はい、覚えておくべき一般的なガイドラインがいくつかあります。例えば、食べ物を切るときは、フォークを左手に、ナイフを右手に持つのが普通です。なるほど。それと、スプーンを使うのはどう？特定の持ち方ってあるの？スプーンを使うときは、ナイフのように右手で持つのが一般的です。ただし、文化的慣習によって異なる場合があります。それは面白い。テーブルマナーに文化的な違いがあるなんて知らなかった。はい、食事の習慣は文化によって異なります。これらの違いに気づき、尊重することは常に良いことです。食事中に使う調理器具の順番は？一般的に、調理器具は外側から内側に使用され、プレートから最も遠いものが最初に使用されます。それは役に立つヒントです。これにより、各コースに適した道具を使用していることを確認できます。まさに、この順序に従うのが良いテーブルエチケットだと思うよ。他に気をつけるべき重要なテーブルマナーはありますか？はい、口を閉じて噛んだり、食べ物を口に入れたまま離したり、可能な限り手の代わりに道具を使ったりするなど、たくさんあります。これらはすべて、良いテーブルエチケットを実践するための素晴らしいリマインダーです。絶対に、マナーに気を配り、周りの人に敬意を払うことが大切です。同感です。テーブルでの礼儀正しく敬意のある行動は、誰にとっても食事をより楽しい体験にしてくれます。間違いなく、食事や害者への思いやりや感謝の気持ちを示す方法です。これらの洞察を共有していただきありがとうございます。絶対に心に留めておきます。どういたしまして、テーブルマナーをブラッシュアップするのはいつでもいいことだ。次の食事を楽しんでください。私がします。そして、皆さんにも楽しく、マナーに富んだ食事をたくさん食べてほしいと思います。ありがとうございます。すべての食事体験が楽しいものになるよう努めましょ絶対に、テーブルマナーを守り、食事の芸術を楽しむことが大切です。う。レッスン10、ビジネスセンターの料金。アンナさん、こんにちは。ホテルのビジネスセンターを利用する場合、そのサービスには料金がかかりますか？ジョンさん、こんにちは。通常、ビジネスセンターの施設とサービスの使用には料金がかかる場合があります。
なるほど。追加費用がかかるかどうか事前に知っておくと良いでしょ絶対に、ビジネスセンターを利用する前に、料金について問い合わせておくことをお勧めします。う。ホテルのビジネスセンターでは通常、どのようなサービスが提供されていますか？ホテルのビジネスセンターでは、印刷、コピー、ファックス、コンピューターやインターネットへのアクセスなどのサービスを提供していることがよくあります。これらのサービスはビジネス旅行者にとって非常に便利です。間違いなく、これにより、ビジネスニーズに合った外部施設を探す手間が省けます。ビジネスセンターの利用料金は通常、1回あたりの料金ですか、それとも定額制ですか？ホテルによって異なる場合があります。中には、使用ごとに課金されるものや、一定期間定額料金のパッケージを提供するものもあります。なるほど。そこで、料金体系を確認して、自分のニーズに合ったオプションを選ぶことが大切です。まさに、事前に計画を立て、それに応じて予算を立てることが役立ちます。Wi-Fi や事務用品などのアメニティに追加料金はかかりますか？ Wi-Fi はビジネスセンターの料金に含まれている場合がありますが、ホテルに確認することをお勧めします。事務用品に関しては、紙、ペン、封筒などのアイテムには別途料金がかかる場合があります。それは理にかなっています。潜在的なコストを事前にすべて明らかにしておくことが重要です。絶対に、これにより、請求書の決済に際して予期せぬ事態を避けることができます。ホテルのビジネスセンターの営業時間は決まっていますか？はい、ほとんどのビジネスセンターには営業時間と閉店時間が指定されています。各施設のスケジュールを把握しておくと良いでしょう。これは、特に通常の営業時間外に緊急のビジネスニーズがある場合に知っておくことが重要です。はい、そのような場合は、別の手配をするか、利用可能な場合は24時間営業のビジネスセンターを探す必要があるかもしれません。この情報を共有していただきありがとうございます。今後の出張に役立ちます。レッスン11、地元の人々との文化的交流。アンナさん、こんにちは。新しい場所に旅行するとき、フレンドリーな地元の人々と交流し、彼らの文化について学ぶことはいつも体験のハイライトです。こんにちはジョン。私は完全に同意します。こうした交流を通じて、私たちは目的地についてより深い洞察と理解を得ることができるのです。絶対に、地元の人々と交流し、彼らの文化について学ぶにはどのような方法がありますか？市場やカフェ、人気の観光スポットを巡りながら、地元の人々と会話を始めるのも一つの方法です。それは素晴らしいアイデアのようですね。何気ない会話をすることは、貴重な文化交流につながります。間違いなく、伝統、習慣、そしておすすめの郷土料理や隠れた一品について尋ねることができます。それは良いアプローチです。それは彼らの文化に対する真の関心と敬意を示しています。地元の文化を知るもう一つの方法は、地域のイベントやフェスティバルに参加することです。ああ、それはワクワクする。フェスティバルに参加すると、伝統的なパフォーマンス、音楽、ダンスを見たり、地元の珍味を味わったりすることができます。
お祭りは、地元の人々が伝統や伝統を披露する活気あふれる祭典です。現地の生活にどっぷり浸かる素晴らしい機会になるに違いありません。本当にそうです。彼らの文化に欠くことのできない習慣や儀式を目の当たりにすることができます。地元の人と交流するときに気をつけておくべき特定のエチケットや習慣はありますか？目的地の基本的なエチケットを調べて理解することは常に役に立ちます。例えば、挨拶、ジェスチャー、適切な服装などです。それは良い点です。文化的規範を意識することで、敬意を示し、意図しない違反を避けることができます。絶対に、地元の人々は、訪問者が自分たちの習慣を理解し、受け入れようと努力することを高く評価しています。これらの交流は、現地の言語を練習する機会にもなると思います。はい、たとえ基本的なフレーズであっても、現地の言語でコミュニケーションを取ろうとすると、好意を示し、より有意義なつながりにつながります。これは、状況を打破してポジティブな印象を与える素晴らしい方法です。確かに、文化交流の際にフレンドリーで親しみやすい雰囲気を醸成するのに役立ちます。これらの貴重な提案をありがとう。次の旅行で地元の人と交流するのを楽しみにしています。どういたしまして、これらの文化的な交流を通じて、きっと豊かな経験をし、心に残る思い出を作ることができると思います。そう願っています。目的地を本当に活気づけるのは、人々とその文化です。絶対に、発見の旅を楽しみ、地元の人々と素晴らしい出会いをしてください。ありがとうございます。こうした機会を最大限に活用し、出会う文化的多様性を受け入れるつもりです。レッスン12、バーチャルズンバクラス。アンナさん、こんにちは。先週、バーチャルズンバクラスに参加しましたが、とても楽しかったです。こんにちは、ジョン。ワクワクしますね。バーチャルフィットネスクラスは、アクティブでいると同時に楽しむのに最適な方法です。絶対に、ズンバのインストラクターはエネルギッシュで、音楽のビートも素晴らしかったです。インストラクターの熱意と音楽が組み合わさって、楽しいワークアウト体験ができるのは素晴らしいことです。間違いなく、運動していることに気づかないうちに、自分が踊ったり、リズムに合わせて動いたりしていることに気づきました。それがズンバの一番いいところの一つです。ワークアウトというよりはダンスパーティーのような感じです。完全に同意します。楽しい時間を過ごしながら心拍数を上げてカロリーを消費する素晴らしい方法です。講師の動きに合わせて、バーチャルフォーマットは便利だと思いましたか？はい、そうでした。インストラクターがスクリーンに映っていて、振り付けも見やすく、フォローもしやすかったです。それは素晴らしいです。全員が効果的に参加できるようにするには、わかりやすいビジュアルと指示をバーチャルクラスに用意することが重要です。絶対に、これにより、手順を簡単に理解し、クラスの他のメンバーと同期を取ることができました。クラスで異なるフィットネスレベルに合わせた変更やオプションはありましたか？はい、
インストラクターは衝撃の強い動きと衝撃の少ない動きの両方に修正を加え、参加者が自分に最も適したものを選択できるようにしました。それは素晴らしいです。これにより、あらゆるフィットネスレベルの人々がクラスに参加して楽しむことができます。バーチャルクラスには世界各地からの参加者がいることに気づきました。多様性に富んだグループでした。それがバーチャルフィットネスクラスの利点の一つです。さまざまな場所の人々が集まり、グローバルなコミュニティの感覚が生まれます。時差や環境が違っても、みんなの熱意と献身を見るのは刺激的でした。絶対に、ダンスとワークアウトの経験を共有することで、物理的な場所に関係なく、参加者同士の強い絆が生まれます。今後、より多くのバーチャルズンバクラスに参加することを楽しみにしています。自宅でアクティブに過ごし、楽しむのに最適な方法です。それは素晴らしいです。バーチャルフィットネスクラスは便利で柔軟性があり、エクササイズを毎日のルーチンに簡単に取り入れることができます。バーチャルズンバクラスを試すように励ましてくれてありがとう。素晴らしい経験でした。レッスン13、アメリカの河川の意義。アンナさん、こんにちは。この川はアメリカの歴史と文学、そして普通のアメリカ人の想像の中で特別な場所を占めていることをご存知ですか？こんにちは、ジョン。それは魅力的です。川は、さまざまな社会において深い文化的、象徴的な意味を持つことがよくあります。絶対に。アメリカでは、このような河川が国を形作る上で重要な役割を果たしてきました。それらは重要な輸送ルート、農業の水源、貿易と産業の中心地として機能します。はい。そしてこれらの川のほとりに多くのアメリカの都市や町が設立され、その豊かな歴史に貢献しています。川は作家や詩人にインスピレーションを与え、象徴的なアメリカ文学の背景にもなっています。まさに、アメリカ文化に深く根付いている自由、探検、冒険心を象徴しています。普通のアメリカ人の想像の中で、なぜ川がこんなに特別な場所を占めているのかわかります。それは本当です。自然の美しさを感じさせ、のんびりとボートに乗ったり、水辺でピクニックをしたりした思い出を呼び起こします。これらの川は、ボート、釣り、ウォータースポーツなどのレクリエーション活動の機会にもなると思います。はい、彼らはそうします。人々はこれらの川でカヤック、カヌー、さらにはラフティングを楽しみ、刺激的な方法で自然とつながります。川が人々を環境に近づけ、思い出に残る体験を生み出すことができるのは素晴らしいことです。絶対に、静けさを感じさせ、日常の喧騒から逃れる機会を与えてくれます。この川の風光明媚な美しさは、国中、そして世界中からの訪問者を魅了すると思います。間違いなく、多くの観光客が川の自然の驚異を眺めたり、周辺地域を探索したりします。河川はまた、生態系を保護し、多様な野生生物の生息地を支える上でも重要な役割を果たします。それは本当です。自然のバランスを保ち、さまざまな種に生息地を提供するために不可欠です。
将来の世代が楽しめるように、これらの河川を保護し、保全するための取り組みを見るのは刺激的です。絶対に、これらの河川の自然の美しさと生態系の健康を維持することは、地球の幸福にとって極めて重要です。アメリカの河川の意義を学ぶ機会に恵まれて感謝しています。それは彼らの文化の魅力的な一面です。面白いと思ってくれて嬉しいです。川には想像力をかきたて、いつまでも印象を残す方法があります。アメリカの河川についてのこれらの洞察を共有してくれてありがとう。楽しい会話ができました。どういたしまして。私はいつも自然や文化遺産の美しさを強調するような話題について話すことを楽しんでいます。レッスン14、朝のフィットネスルーチン。ねえ、アンナ、私は毎朝ランニングに行きます。一日を始めてアクティブに過ごすのに最適な方法です。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいです。ランニングは多くの健康効果をもたらす優れた心臓血管運動です。間違いなく、心をすっきりさせ、その日の残りのエネルギーレベルを上げるのに役立ちます。朝のフィットネスのルーチンとして、家でヨガをするのが好きです。柔軟性を高め、リラクゼーションを促してくれます。それも素晴らしい。ヨガは身体の動きとマインドフルな呼吸と瞑想を組み合わせて、フィットネスへのホリスティックなアプローチを提供します。はい、一日を始める前に呼吸に集中し、心の落ち着きを取り戻すことができます。ランニングとヨガは異なりますが、どちらも全体的な健康とフィットネスに貢献します。絶対に、自分の好みや目標に合った身体活動を見つけることが不可欠です。同感です。フィットネスルーチンを維持するには、一貫性が重要です。毎日ヨガを練習していますか？はい、毎日の練習にするようにしています。それはその日のポジティブな雰囲気を醸し出し、地道な姿勢を保つのに役立ちます。それは素晴らしい献身です。あなたのヨガの練習へのこだわりには感心します。ありがとうございます。ランニングにも規律が必要です。毎朝走るモチベーションを保つにはどうすればいいの？良い走りから得られる達成感とエンドルフィンラッシュにモチベーションを見出しています。身体活動が私たちの気分と全体的な健康をどのように高めることができるかは素晴らしいことです。絶対に、運動は私たちの心身の健康を改善する方法があります。同感です。自分の体に耳を傾け、気分が良くなるような活動を行うことが大切です。それは本当です。セルフケアを優先し、心から楽しめるエクササイズを選ぶべきです。退屈を防ぎ、フィットネスルーチンへの熱意を維持するには、多様性も重要です。間違いなく、様々なアクティビティを試してみると、物事が面白くなり、新しい方法で体に挑戦できます。これ以上は同意できませんでした。バランスを見つけ、自分たちにとって最も効果的なことを個々に行うことがすべてです。絶対に。ですから、ランニングでもヨガの練習でも、健康と幸福を優先し続けましょう。これ以上は同意できませんでした。私たちに喜びと活力をもたらす健康的で、
アクティブなライフスタイルを実現しましょう。乾杯。朝のフィットネスルーチンが私たちを高揚させ、私たちの全体的な幸福に貢献し続けますように。レッスン15、効果的なメールを書く。アンナさん、こんにちは。メールの本文はどうですか？簡潔かつ要点を絞ることが重要です。こんにちは、ジョン。私は完全に同意します。明確で簡潔なメールの方が読まれて理解されやすくなります。間違いなく、不必要な詳細がなくてもメインメッセージに簡単にアクセスできると人々は感謝します。メールの目的をすぐに伝えることが重要です。そうすれば、受信者は何を期待できるかがわかります。はい。明確な件名と簡単な紹介文があれば、メールのコンテキストを決めるのに役立ちます。まさに、そうすれば必要な情報を提供したり、簡潔かつ直接的に要求したりできます。長い段落を避け、箇条書きや番号付きリストを使用すると読みやすくなります。絶対に、複雑な情報を分かりやすい塊に分解すると理解しやすくなります。さらに、メール全体を通して丁寧でプロフェッショナルな口調を使用することが不可欠です。正しい言葉の選択や全体的な口調には、敬意と配慮を払うことが重要です。また、正確性を確保し、エラーを回避するために、送信前に構成することを忘れないでください。はい、スペルや文法の間違いがないかメールを確認すると、細部への注意とプロ意識がわかります。間違いなく、書面によるコミュニケーションを通じてポジティブな印象を与えることが重要です。場合によっては、メールの最後にまとめたり、行動を促す明確なフレーズを記載したりすると役立つ場合があります。それは素晴らしい点です。特定のリクエストや次のステップで終了すると、迅速な対応が容易になります。絶対に、メールを簡潔かつ要点を絞ることで、受信者の時間を尊重します。そして、メッセージを効果的に伝え、望ましい結果を達成する可能性を高めます。正確に、今日のデジタル世界では、効果的なメールコミュニケーションは貴重なスキルであることを忘れないでください。確かに、仕事上および個人的なやり取りに欠かせないツールです。レッスン16、休暇の計画。ねえ、アンナ、そこに滞在する予定なら、リラックスして探索するのに十分な時間を取れるように、少なくとも1週間は滞在することをお勧めします。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい提案です。1週間の休暇を取ると、より没入感のある体験ができます。まさに、リラックスして目的地のアトラクションを存分に楽しむための十分な時間を与えてくれます。同感です。急いで旅をするのは疲れるし、隠れた名所を探検する機会も限られてしまう。絶対に、長期滞在では、現地の文化やライフスタイルに浸ることもできます。それは本当です。時間をかけて郷土料理を試したり、地元の人と交流したり、習慣について学んだりすることができます。これは、訪問している場所をより深く理解するための素晴らしい方法です。間違いなく、さらに1週間あれば、アクティビティを柔軟に計画でき、ダウンタイムもあります。
正しい。休暇中は観光とリラクゼーションのバランスを取ることが不可欠です。これ以上は同意できませんでした。観光地をチェックするだけじゃなくて、体験を楽しむことでもあるんだ。絶対に。のんびりと散歩したり、カフェに座ったり、雰囲気を吸収したりするのも同じくらい思い出深いものです。そう、そのセレンディピティの瞬間は、しばしば予期せぬ発見や美しい思い出につながります。それこそが、道のものを受け入れ、新しい体験に心を奪われる旅の魅力です。確かに、休暇期間が長くなると、有意義なつながりと長続きする思い出を作る機会が得られます。また、自発的な冒険が可能で、厳しい旅程から外れる機会もあります。絶対に、時々、最高の体験ができるのは、計画を諦めて目的地が導いてくれる時です。それは本当です。ですから、それが1週間であろうとそれ以上であろうと、休暇を最大限に活用し、すべての瞬間を味わってください。レッスン17、クリエイティブなランチのアイデア。ねえ、アンナ、サンドイッチ、サラダ、デザート。うわぁ、いつもよりずっといいです。ジョンさん、こんにちは。ランチのオプションにスパイスを効かせて、もっとエキサイティングにできると思いました。それは素晴らしいアイデアです。昼の食事といっても、バラエティは人生のスパイスです。絶対に、サンドイッチから始めましょう。さまざまなパン、フィリング、スプレッドを試すことができます。はい、茶バタやフォカッチャなどの職人技のパンを試したり、肉、チーズ、野菜のユニークな組み合わせを試したりすることもできます。また、サラダには、季節のフルーツ、ローストナッツ、ピリッとしたドレッシングを取り入れて、風味を際立たせることができます。サラダにフルーツを加えるというアイデアが大好きです。爽やかなひねりを加え、香ばしい要素のバランスをとります。間違いなく、クルトンやトーストした種などのカリカリの要素を加えて食感をいじることもできます。美味しそうだね。さて、デザートに移りましょう。通常のクッキーやブラウニーを超えることができます。絶対に、ヨーグルト、グラノーラ、フレッシュベリーを重ねた自家製フルーツパフェはいかがですか？それは素晴らしい提案です。これはより健康的な代替品であると同時に、甘党を満足させるものです。ナッツ、ナツメヤシ、ココアで作った焼かないエナジーボールを試して、罪悪感のないおやつにすることもできます。私はその音が大好きです。日中の食欲を満たすのに便利で栄養価の高い選択肢だ。まさに、こうした独創的なランチのアイデアを取り入れることで、食事の質を高め、より楽しいものにすることができます。私たちの味覚を待っている無限の可能性と楽しい驚きについて考えるのはワクワクします。間違いなく、料理の探求を積極的に取り入れ、満足感とインスピレーションを与えてくれるようなランチタイムの体験を作りましょう。これらの創造的なランチのアイデアを提案してくれてありがとう。もう次の食事を楽しみにしています。